こんにちは。このチャンネルは個人でのんびり作っているゲームの進捗を、紹介しています。先週は、長らく更新していなかった新しいダンジョン生成プラグインのチュートリアルが発表できたんで、少しだけホッとしています。ただ、ミニマップ関係とか、ドアのアクターとか、大きな変更がない部分はあまり細かく説明できていないので、わかりにくいと思うんで、その部分は過去のチュートリアル動画なども参考にできるので参考にしてください。一番大きく変わったのはやっぱ、メッシュセットのデータベースと、あとはサブレベルの、部屋をやっぱ新しく追加した部分は過去のバージョンから新地で追加したんで、そこは今回の動画でいろいろ分かっていただければ嬉しいです。で、一段落ついたんで自分のゲームで追加したい機能を考えていまして、一番欲しいのは閉じ込め部屋かなと最近思うようになっています。そうですね。閉じ込め部屋をどう実現するかが難しいところで、簡単にこういう部屋があった時に、ドアを邪魔にして、こういうドアが、から今ドアとして、ドアがありましたと。そっちね。で、通路がこうあってるわけですよね。移動で通路ができていました。で、プレイヤーは、どっからか入ってくるとして、青でじゃあ、プレイヤーが入ってきました。そしたら、すべてのドアが閉まっていると。で、敵が待ち構えていて、この敵をすべて倒したら、このドアが開く。よくあるゲームのパターンだと思うんですけど、これを自動で生成したいなと思った時に、部屋自体を管理してるのは、ダンジョンルームセンサーだと思うんで、ダンジョンルームセンサーの処置家事に、この部屋を全滅部屋にしようと。すると、ダンジョンルームセンサーは敵を生成してますと。1、2、3、敵をと。ダンジョンルームセンサーは1から4の敵の、生きてるか死んでるかは知ることができているはずなんで、あとは、扉の東西南北の扉が、分かっていると。これどうかこう。東西で。やっぱり実現するならば、部屋が敵を監視して、部屋が全滅したよっていう状態を覚えていて、扉が部屋を見るか、部屋であるセンサーが扉を全部知っていて、扉に開けと指示を送るかの、どっちかかなと。なので、
ダンジョン、プラグイン的には、ルームセンサーが持っている扉の一覧を取得できるインターフェースを用意すれば、こういった全滅部屋を、他の、アプリでも作る手助けはできるのかなと思います。ただ全部やってしまうと、同じような、プラグイン使ってこれしか作れないっていうのもちょっと嫌なんで、扉が開くじゃなくて、逆に全部倒したら宝箱が出るとか、鍵ですね。鍵が出現するとか、そういったことにも使いたいんで、まだちょっと必要かどうかは自信がないんですけど、部屋のセンサーに、所属してる扉の情報を、検出できるような仕組みがあったらいいかなって構想を今週は練っている段階です。はい。動画でご覧いただいた方にはちょっと悲しいお知らせなんですが、動画の投稿数の上限が残り、3つ3本までになってしまって、おそらく年内いっぱいで上限に行ってしまうんじゃないかなと思っています。これまで、カイプロジェクトさんや量産型バックドロップさん、イロードカリさんたちなど、多くの方に広告等で、ご声援いただいておりましたが、ちょっと残念ながら更新が難しくなってきたので、これからは YouTube 一本に絞っていこうと思っています。本当に今まで、応援ありがとうございました。今週は、構想をなっていて、しばらく検証実装と構想をやりくりしながら、また本来作りたかったゲームの制作に、を進められたらと思います。あとね、年末にまたやりたいなとは思っているんですけど、余裕があれば頑張りたいと思います。はい。今週は以上になります。もしよかったらチャンネル登録や評価をいただけると大変嬉しいので、モチベーションすごく上がりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。